お待ちかねユニクロ U2023 春夏コレクション発売。朝から買いに行ってまいりました。今季私が選んだのはメンズ、ウィーメンズ合わせて全8アイテム、色違いも合わせると全9点。本日はユニクロ U 発売恒例の取って出しということで、ここから先商品クレジット以外のテロップが入っておりません。必要な方は YouTube の字幕機能をオンにしていただければ日本語、英語でそれぞれご用意しております。そちらをご活用ください。それでは行ってみましょう。まずはこちらの V ネックセーターレンズアイテムです。カラーはナチュラル、サイズは S サイズを選びました。153センチ、40キロの私が着用しても身幅、着丈ともに大きすぎません。実は V ネックセーター B メンズのラインナップにもありました。商品名は同じなんですが V ネックがかなり広めに、そして緩やかに取られているのと、ボディや袖もゆったりシルエットが特徴の B メンズ。この首周りのリブのあしらいも全く違いましたので、両方気になっている方はぜひ店頭で比較してみていただけるといいと思いますが、私はこのメンズの方のストンとシンプルなボックスシルエットと V ネックの詰まり具合が広すぎないあたりが断然好みでこちらにしました。素材はコットン 70%、リネン 30% の混合素材です。しっかりと厚みがありながら柔らかな肌触りで春らしい清涼感のある素材感です。インナーに着てるのは同じくユニクロ U のクルーネックティーのホワイト。何年も買い足して愛用している私の超定番アイテム。サイズは B メンズの L サイズを合わせています。今着ているのは先シーズンのものですが、今年もクルーネックティー買い足しています。後ほどご紹介いたします。ボディ部分は縦に流れるラインが綺麗な編み地になっていて、首周りのリブはしっかりと目の詰まった編み地で清潔感、きちんと感があります。インナーを見せずキャミソールなんかを合わせて1枚で着ている感じもいいと思いますが、私実は V ネックよりクルーネック派。1枚で着ている感を出すよりはこんな風に半袖 T シャツをインに合わせることが多くなりそうかなと思います。あとは襟付きシャツを合わせても OK ですね。首の詰まりがそんなに広くないのでスカーフ類を合わせても浮くことがなさそうですので、首元のアクセサリーや小物使い、インナーの合わせ方で表情は変えられそうです。ちなみにボトムスには去年購入したユニクロのタックワイドパンツブラックの S サイズを履いています。こちらのボトムスに関してはぜひ以前のこちらの動画をご覧ください。お次もメンズアイテムのトップスが続きます。ライトウェイトスウェットシャツ、着用しているのはダークグレー、サイズは S サイズを選びました。153センチの私が着てこのぐらいの丈感、身幅は S サイズで約54センチと結構ゆったりシルエットでありながらカジュアルすぎない品の良さがダダ漏れなのがさすがユニクロ U。 まず特徴的なのは軽い、もうとにかく軽い。そして肌触りがめちゃくちゃ気持ちいい。ボディはコットン 100% なんですが、ユニクロではおなじみですね。コットンの中でも最高級と言われるスーピマコットンを 30% 混合した糸、表糸として使っているということで、とにかく発色が綺麗、表面の毛羽が少なく滑らかな表面なんです。袖はラグランになっていてヴィンテージライクなデザインを採用しています。実は普段なら私このスウェット選びません。その理由はここにあります。襟元、袖口、裾、ここの幅結構細くないね。私はスウェットを着るならリブが長めに捉えているものが好きなんです。特に袖口、裾に関しては選ぶ時に割と重要なポイントで、普段選ぶ基準とは全く真逆なものではあるんですが、逆にこの軽量感、素材の上質感を生かすのがこのリブ幅なんだろうなと納得できたのと、スウェットといえばカジュアルというイメージをもう少しモダンにモードに寄せてくれるデザインだと思うので、全く別物と捉えて今回トライしてみることにしました。とにかく軽くて肌触りもめちゃくちゃ気持ちよくて、梅雨時期なんかにもさらっと着られちゃうんじゃないかな。長い期間着られる1枚だなと思います。今期のラインナップの中ではあまり目立たないアイテムだとは思いますが、着る人を選ばない1枚だと思うので、ぜひノーマークだった方もチェックしてみてね。以上、ここまでがメンズのラインナップから選んだアイテムでした。さあ、ここからは B メンズの商品になります。まずはこちら、ストレッチシャツ、ダークグレーの S サイズを選びました。ね、このシルエット久々な感じなんですけど、個人的にかなり新鮮。まずはサイズ感からお見せしましょうね。153センチ、40キロ、上半身がかなり薄っぺらい私が S サイズを着てこんな感じです。着丈が62センチ、長すぎず短すぎずちょうどいい。身幅は約 44.5 センチなので結構コンパクトですね。ウエストもほんの少しシェイプが効いているシルエットです。ただ素材がコットン 74%、ナイロン 23% にポリウレタンが 3% 入っていて、しっ
っかりストレッチが効いていますので、着心地が窮屈な感じはありません。着やすいオーバーサイズやリラックスシルエットが主流になってきているここ数年のトレンドの中では、なかなか手にすることのなかったミニマルなシャツ、久々にこんなにコンパクトでミニマルなタイプなシャツを着ましたが、やっぱりなんていうの、シャキッと背筋が伸びる感じ、クラシックで上品な印象だし、やっぱりボディを綺麗に見せてくれますよね。襟はしっかり幅のあるデザインです。ボタンは襟のラインに1つ、それより下は全て隠れるデザインになっています。モード感たっぷりでいいですよね。カフスボタンが2つずつついていて、カフの幅はそんなに広くはありません。後ろ身頃の方が若干だけですね、長くなっていますが、フロントとの差はそんなにありません。タックインして着るにも十分な丈がありつつ、タックアウトした時にもとっても綺麗なラインで着られる1枚です。ジャケットのインナーとしてもごわつかず綺麗に着られそうですよね。これ1枚で着るとなると、ぶっちゃけて言います、正直今の私の気分じゃない。じゃあなんでわざわざ買ったのって話なんですが、実は公式のルックに出ていたこんな着こなしに惚れたから。じゃじゃーん、シャツの上からレイヤードしたのはスウェットクルーネックシャツ。このレイヤードスタイルめっちゃいい。このセットで私も着てみたいななんつってこのストレッチシャツを購入したってわけです。普段公式のルックをそのまま真似してみるとかあんまりないんですけど、これはね、やってみたい欲が勝ちました。色の合わせ方として、このスウェットクルーネックシャツのオフホワイトとストレッチシャツのナチュラルを合わせたホワイト系カラーのルックも公式のルックの中にありました。私が選んだブラックとダークグレーの組み合わせでかっこよくまとめるのもよし、ホワイト系カラーのレイヤードでクリーンにまとめるのもよし、大人でも真似しやすいレイヤードスタイルだなと思います。さてスウェットクルーネックシャツのご紹介をしたいので、シャツを脱ぎますね。シャツを脱ぐとこんな感じ。改めまして、こちらはスウェットクルーネックシャツ、カラーはブラック、サイズは M サイズを選びました。153センチの私が M サイズを着てこんな感じの丈感です。 S も試着して比較したんですが、 M サイズの方が綺麗に着られたのでワンサイズ上げて購入しました。裾にぐるりと一周ゴムが入っているのが特徴で、このゴムのおかげで少し上の方に持ってきたりは調整はできるかなという感じです。素材はボディ部分はコットン 100%、 フレンチテリーといって生地の内側がループ状になっていて、外側は平らで滑らかな表情になっています。通常のパイル地に比べると軽くて肌触りも良く、吸湿性に優れてるっていう特徴もあります。なんか今日はこのセリフ何回言うのって感じになりそうですが、これもね、今までの私なら買わないやつなの。半袖スウェットは昔から大好物なんですが、そもそもやっぱりボックスシルエットでメンズライクなシルエットのものが好きなので、この袖の斜めになるシルエットとか、あとはこの裾のゴムの感じとかね、もうね、またポキッつったわもう今までなら絶対に選んでないんです、これ。でもさっきのシャツとのレイヤードした感じとかありだなと思ったし、逆にあのレイヤードは袖口がまっすぐな筒状のものだとなかなかできないんだよね。それに着丈が M サイズで 57.5 センチと結構コンパクトなサイジングなんですよね。でも身幅はゆったりと作られていて、私の大好きな巻き下丈のフレアスカートとか相性が良さそうなバランス感。襟元のリブは結構幅広に取られていて、この辺りが割とメンズライクに寄せたディテールで、こういう細かいバランス感がやっぱ絶妙なんだよね。そしてアラフォー以上の大人世代におすすめできるポイントとして、肩から袖周りのサイジング、ここがねゆったりサイジングなので二の腕をすっきり隠してくれます。カラー展開はこのブラックの他にオリーブとオフホワイトがありましたので、お好みで選んでいただけるといいと思います。さて、ここまでトップスばかりが続いているので、ボトムスのご紹介をしましょうかね。ボトムスはこれ1点のみチョイスになりました。カーブジーンズ、サイズは店舗購入できるサイズで、一番小さいサイズの22インチを選びました。カラーはライトブルーです。そして股下が76センチって表記があったんですね。なのでだいぶ切らなきゃいけなかった、シルエットが崩れそうだからやめようと思ってた商品なんですが、そもそもヒールと合わせて履きたいと思っていたので、約3センチほど店舗でカットしてもらってきました。153センチの私が履いてこんな感じです。今履いてるヒールの高さは5センチぐらい。カラー展開はこのライトブルーの他に4色ほど展開がありましたが、ちょっと冒険カラーだよなと思いながら、今まで持っていなかったこのカラーにトライしてみました。ライトブルーといってもブルーどこに残ってるってぐらいのウォッシュのかかったカラーで、光の加減ではホワイトデニムにも見えなくもないような、そんな感じのかなり明るいカラーです。生地のカラーが明るいので、ステッチのカラーがポイントとして効いてきますよね。ポケットは左右とバ
バッグにそれぞれついています。ベルトループも割と広めに捉えているのと、股上もすっぽり安心深めなタイプです。このカーブシルエットのボトムスはここ数シーズンを通してトレンドが続いていますよね。がこのシルエットって結構難しくない？腰回り、ヒップ周りは割とゆったりサイジングなので大人世代でも履きやすいと思うんです。でも全体に丸みを帯びたラインが下半身にくるので、特に小柄さんはバランス取りにくいものが多いと思うんですよね。重心の取り方がめちゃくちゃ難しくて、だからこれも初めから候補に入れていたものの、試着して撃沈だろうなと思っていたんですけども、あれ結構いけちゃうかもと思った試着室の二宮。おそらくですね、カーブといってもこの丸み感やりすぎじゃないんですよね。しっかりウエストサイズでジャストを選べば無駄に大きく横に広がりすぎる感じもなく、なんか普通に履けちゃうかも。かなり嬉しい驚き。同じようなシルエットのデニム、今までいろんなブランドのものを試着してきてるんですが、ほぼ全滅だったんです。私にはかっこよく履きこなせなくて撃沈しまくってきたんですが、これはね、私と同じようにこのシルエットが今までダメだった方にもぜひ試着だけでもトライしてみてほしいです。いつもユニクロ U ではボトムスアイテムを結構買ってきた二宮としては、今回このデニムだけっていうのもなんとも寂しい気もするんですが、それを吹き飛ばしてくれるくらい満足な一本に出会いました。お次はこちら、クルーネックセーター、カラーはブラウン、サイズは S サイズを選びました。153センチの私が S サイズを着用してこんな感じの丈感、サイジングです。ボトムスはタックワイドパンツに戻しました。ぱっと見コットンの T シャツだよね。でもね、ニットなんですよ。ニット。素材はレーヨン 53%、ポリエステル 47% の混合素材。リサイクルポリエステルも使ってるんだって。レーヨンが入ってるので落ち感がとっても綺麗で、シルエットの出方がやっぱりコットン 100% の T シャツとは違うんだよね。やや光沢感を感じる色味がめちゃくちゃ綺麗で、カラーチョイスはこのブラウンに一目惚れでした。でもね、他に3色だったんだけど、ダークグレイ、ベージュ、グリーン、どれもめちゃくちゃ綺麗なカラーだったので、お気に入りのカラーが見つかるはず。袖が長めの5分袖なのも大人世代には着やすいポイントかなと思います。首周りや裾周りのリブもしっかりと密度の高い編み地で、一切の無駄がない超絶シンプルなアイテムなのに、他では出せない独特のこの質感で2990円でしょ。やっぱりユニクロ U やめられないんだよなーって再認識させられた1枚です。サイズ選びは袖丈が長めなので、袖丈さえ問題なければワンサイズ上げたりして、ご自身の着たいスタイリングに合わせてサイズ選びをするといいと思います。ちなみに私は M サイズも試着して S サイズを選びました。もちろん1枚でさらっと、夏にはリネン素材のショートパンツやスカートと合わせてエレガントなスタイルにも着られますし、あえてレザーのショートパンツあたりと合わせてクールな印象に落とし込んでもかっこいいし、ちょっと他の色も買えばよかったかな。ちょっと追い買いするかも。私大雪警報出てる日にノースリーブ紹介するの、家の中とはいえどもなかなかしんどい。ということで、お次のアイテムはシームレスノースリーブ T。 カラーはブラウン、サイズは S サイズを選びました。これね、公式のルックではかなりスポーティーなルックにまとめられてて、セットアップ可能って書いてあったんだけど、そのセットアップのボトムスがレギンスなんだよね。だから本当にアクティブウェアとしてラインナップされてるアイテムだと思うんですが、私はめちゃくちゃ普段着として活用したいと思います。アクティブウェアということで、とにかく動きやすさに重点を置いて設計されているということで、まずサイドの脇下にシームがありません。肩に入ってるシームがちょっとフロント側に前に寄ってるんですよ。こうすることで可動を邪魔しないっていうことなんですね。身幅は S サイズで約 38.5 センチ。コンパクトなボディではありますが、窮屈感はありません。着丈はタックインしてもタックアウトしてもちょうどいいサイジングです。木の開きも下着が見えづらいちょうどいいバランスかなと思います。素材はコットン 76% にナイロンが 24%。 かなり軽くて肌触りも良く、春夏の軽量素材同士のレイヤードスタイルにも活躍してくれそうです。シャツのインナーとかにもいいよね。さて今期のユニクロよ最後のアイテムはこちら。もうこれ紹介する必要あるって話なのよね。でも一応ね、ざっくりだけ紹介させていただきます。このクルーネックティーは今日発売じゃなく、ほぼ年間通して売ってると思うんですが、私も年間通して絶対に切らすことのないアイテムです。
今着ているのはウィメンズのホワイトの S サイズ。ブラックも新調しました。ブラックも S サイズを購入しています。このウィメンズの S サイズが一番ジャストサイズに着られるサイズなんですが、実はこの T シャツはウィメンズ、メンズどちらもタイプもサイズ違いで年間愛用していまして、それに関してはもう2年以上前になるんですが、こちらの動画でかなり詳しくまとめております。ご覧になったことがない方はこちらでチェックしていただけると嬉しいです。ベーシックからポイントになるカラーまで本当に種類が豊富だし、超定番アイテムですが、まだ試したことのない方はマジで名品ですので、一度お試しになってみてください。ということで、ずっと楽しみにしていたユニクロ U2023 春夏コレクション、今回の私の購入品はこんな感じでございました。今日は購入品のご紹介のみでしたが、この後すぐにルックブックのコーデ組みをしたいと思います。今日購入したものだけじゃなく、ちょっと前にこちらの動画でご紹介した最近のユニクロ購入品とも合わせてがっつりルックブックをやりたいと思いますので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。それでは最後まで見てくれてありがとう。今日も明日も元気にいってらっしゃい。みなみなこぜがお送りしました。またね。It don't really matter what you do. Guess I have to tell you again. 'Cause you haven't got